こんにちは、きこです。お久しぶりの動画です。すいません、ちょっと今日暑くてさ、傘さしてます。えっと、あの、YouTube のね、登録者が1万人越したんですよね。本当にありがとうございます。いや、すごいことですよね。やっぱスピリチュアルなことで、まあ私みたいなさ、なんか片田舎のさこういうとこにいる人の登録者が1万人もね、あの登録してくださった方がいるっていうのは本当にこうありがたいことですし、またやっぱりこう時代というかスピリチュアルな時代なんだなっていう感じで思っています。で、まあ、1万人突破したのでね、何か、まあ、お伝えしたいというか、なんかブロック解除のねことでよくブロック解除のやり方を教えてくださいみたいな感じでたくさんいただくので、バシャールのやり方、いろんなやり方があるんですけど、バシャールのやり方の、ブロック解除のやり方をお伝えしたいなと思っています。せっかくだからね。それで、まず、すいませんね、こんななっちゃって。傘、暑いからさ、もうちょっと傘してないと無理なんですよね。家の中だとさ、真っ暗になっちゃうんですよ。動画撮るときに。だからまあちょっと外でね、撮ってんですけど、外がもうちょっとあまりの暑さすぎて、パラソルもやばいんでね、傘さしてます。そう。だからちょっと変な見苦しいんですけど、すいません。で、まあ、ブロック解除に関してなんですけど、まずねブロック解除って何かっていうことなんですけど、まあ、いろんなねやり方があるんですよ。言葉で入れ替えるやり方とかイメージでやり替えるやり方とか、バシャルのやつはこうなんだっけ、電球みたいな感じで入れ替えるっていうやり方なんですけど、いろんなやり方があって、まあ、潜在意識の解放とかブロック解除とか潜在意識の書き換えとか言われてるものになるんですね。でそれは何なのかっていうことなんですけど、結構やっぱこうチャネリングとかさ、そういうことの方に意識が向きがちなんだけど、こういうこうブロック解除とかブロックの解放とか潜在意識の書き換えっていうのはなんかすごい効果があるというか後押ししてあげることができるんですよね。まあ、自分自身も結局まあ、その周波数なんですけど、自分自身がその辺りの周波数帯っていうところをまあまあ体験したくてそこの辺りを体験してるっていうことなんですけど、その辺りの、まあ、周波数帯から抜け出すっていうことがね結構癖みたいになっててなかなかできなかったりするんですね。でまあ、周波数帯の癖を持ってるっていうのは、普通に考えた時に、まあ、大きい目で見た時にその辺りの周波数帯を感じたかったからその辺りのこう思い込みとかを持ってるっていうことだったんですけど、もうねやっぱり手放していいんですね。手放していいし、やっぱ持ってるとちょっと波動をやっぱり落とすんですよ。こういう思い込みとかっていうのは結局枠ですから。そうでそれによってこう自分自身がまあ、波動を落として重りみたいな感じで今までなってたってことなんですよね。その辺りを、まあ、取ることによってバーンって上がっちゃったり、まあ、全然違う人生になっちゃうみたいな感じですね。それでねまあいろんなやり方があるんだけど全部やっぱ有効だと思います。いろんなやり方全部有効だですね。で周波数をさ変えることによって何が起きてるかってことなんですけど、なんかねパラレルワールドを移動してんじゃないかなっていう感じなんですよね。そこまで解いてる人いるのかなっていう感じだけど、自分自身がの体感としてね、今例えばそうですね、今暑いじゃないですか。暑いっていうののじゃあ、まあ、一つちょっとやり方をやる前に一つやってみますね。バシャルのやり方で電球で書き換えていくんですけど、今すごい暑いっていうのの周波数が自分が持ってますよね。暑いなーってやつ。これを、まあ、今そういう電球がついてるからそれを外して、まあ、ポイッとしてそれで、まあ、涼しいっていうものを付け替えますよね。その電球を付け替えてその電球をちょっと見るというか感じてみるんですね。そうすると、今
今いるところのこうちょっと周波数が変わるんですよね、一瞬にして。涼しいっていうのの電球を見る、感じることによって今もう書き換わっちゃったんですけど、要はこれで今何がやってたかっていうと、まあたくさんあるんですね。暑いっていうものと暑くない、ちょっと暑い、なんだろう、すごい暑いとかさ、こういろんなのがあって、その中からまあ私が体験したいところを周波数で毎回選んでるんですね。で今暑いっていう周波数が入ってたんですけど、まあ涼しいっていうのも書き換えちゃったわけだから、涼しいにさ一瞬にして移動してるんじゃないかなっていう感じで読めるっていう感じで、パラレルワールドを移動するとかってさ、なんかこの物質の自分の肉体とかが移動するとかってなんかもう信じられないですけど、まあそういうことをさ、多分こう一瞬にしてやっちゃうんですよね。そういうことがなんていうの、不思議なこととかっていうのが日常だから、常に私たちはこう不思議なことを無意識でやってるっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。そうだから今パラレルワールドを移動したから違う世界に来ちゃったんだよね。もう暑くないっていう世界に来ちゃったから、不思議なんだけど、なんか風がすっごい吹いてきてるんだよね、さっきから。もう傘いらないんじゃないかしらみたいな。眩しい、やめとこう。でもさっきのそうだよ、今書き換えちゃったからさ、結局今涼しくなっちゃったんだよね。風がすごい吹いてきてるからね。こういう感じのことができちゃうんですよ、簡単に。でじゃあそのやり方をねお伝えしていきたいと思います。バシャールのやり方なんですね、これは。ないとね、バシャールのね、なんだっけど、なんかワークショップみたいなのを動画見てて、それやってたんですよね。で、これも潜在意識の書き換えだ、ブロック解除だと思って、でそれを結構利用してやってたら、本当に効果も同じだし、結構パワフルで、あと初めての人が入りやすいかなと思って、そうでよくお伝えしたりしてるんですけど、やり方、思い込みを、書き換えるんですね。最初と最後のイメージを書き換えたりするっていうことなんですよ。最初と最後が違えばいいので、じゃあ最初のイメージ。ママ、バパのフォンの知らない？ウッポレに落ち、ウッポレ。ベッドの部屋の？そしたらそうですね。よくあるのはそうだな、お金がたくさんになりたいとか多いじゃん。それやってみようか。じゃあ今はどう思ってるかっていう感じで、今はお金がないっていうのもさ、電球がついてるっていうことになってるね。じゃあこの電球を外して、リサイクルボックスにポイッとします。リサイクルボックスとかも何でもいいよ。そこら辺にポイッとして投げちゃう。でその後に、お金がじゃあどうなりたいか、お金がいっぱいあるってなりたい、お金がいっぱいあるって電球つける、見る。目つぶった状態の方が見やすいかもね。見るっていうか感じるっていうか、お金がいっぱいあるっていうので電気の明かりを感じます。そうするとさ、やっぱ安心感とかすごい出てくるんだよね。安心感、ほっとしたり、そういうものが結局書き換わっちゃうんだけど、そうならなくても本当にこうなんていうの、電気を付け替えた時点でもう変わっちゃうと思うんですけど、これで今書き換わった状態になりますね。でさ、これがいつどういう風に変わるかとかさっていうのはもう期待しないっていうのがすごい大事ですね。大前提というか、期待すると結局ハイヤーセルフの首絞めちゃうからね、なかなか書き換わらなかったりするんですけども、期待しないで、そのままこんなもんだなっていう感じで書き換わったからいいようになるんだろうなみたいに思っておくといいんじゃないかなと思います。ちょっと何個かやってみようかね、せっかくだからね。じゃあそうだな、お金やったでしょ、暑いやったでしょ。あとは仕事を軌道に乗せたいとかにしてみようか。じゃあ今仕事がそうだな、じゃあ停滞してるっていうのを電気がついてるとしますよね。じゃあ停滞してる、外す、どうなりたいかな。なんかいっぱい
ぱい仕事が入るっていうよりもなんだろう、質のいい仕事がしたいっていう感じかな。あれどうしたの？質のいい仕事がしたいっていう電気付け替えて、これ見ます。みたいになるよね。幸せ、いいお客さんばっかりだなって喜んでる自分がいる感じだね。別に自分がいなくたっていいんだけど、とにかくこの電球の明かり見ればいいんですよ。感じればいいんです。感じられなくても付け替えた時点で変わっちゃってるっていう、それぐらいの速さですからね。今仕事が、質のいいお客様いっぱいいて楽しいみたいな、なんかそういう感じに書き換わった感じね。これでいいんです。すごく簡単だよね。じゃああともう一個やってみようかな。そしたらやっぱりみんななんだろうね、平和で明るく楽しくいてほしいなって思うから、なんだろう、みんな楽しく平和でいてほしいっていうやつね。じゃあ今の電球の明かりはいろんな問題があったりするなっていう感じのがついてる感じだから、これ外す。でみんな元気で楽しく平和で明るくいるっていうのを付け替えて、この電球の明かり見ます。目つぶった方がやっぱり見やすいというか感じやすいね。もう本当に理想の世界だなって感じなんですけど、本当に良かったみたいな感じになりましたね。今付け替えてやったんですけどこういう感じです。分かったかな？電球付け替えるやり方なんですよ。すごいね、簡単だしよくやります。であとは別にその願望に対してとかもできるし、なんだろう、ネガティブに思ってることもできるしさ、周波数を要は入れ替えてるわけなんですけど、すごいこれだけでいいんですよね。簡単ですから、やってみるといいんじゃないかなと思います。で、そうですね、この場を借りて、本当に皆さんたくさん応援してくださって登録してくださったり、今回日本に帰国してる時も本当にありがとうございました。いや本当にね、なんか今出会ってる人とかね、今関わってくださってる方、これから関わってくださる方のね、なんていうのかな、やっぱりこう前世で家族だったんだろうなっていうぐらいの親近感がある人ばっかりなんですよね。だからきっと私のことが気になってくださる方っていうのはやっぱ前世で友達だったりとか、なんだろう、関わってた人だと思うんですよね。そうだからなんか本当にこう、なんていうのかな、みんなが、なるべくシンプルに、なるべくこう最短な距離でこういうスピーチャーなこととかが、分かるようになったりね、自分の人生を、こう楽に進んでいただきたいなっていうのは本当に思いますので、なんかこれからもこういう感じのね動画を上げていきたいと思っています。あとそうだな、やっぱりこういうどんどんさ、今1万人ですけど、これがほら10万人とかどんどん増えていくといいなと思うんですけど、増えていった時に、私もすごくここで、学びというかさ、自分のやっぱこの中に入るか、1万人だから私すごいみたいななんか感じになりがちだと思うんですけど、やっぱりこれ幻想なんですよね。幻想、見えてる世界っていうのは本当に幻想で、ここに入ってやっぱ波動を乱すか、一歩下がった状態で自分の波動を整えていくかっていうことが、やっぱりこれからの次の、だから半年後1年後とかが良くなるかっていうところにかかってくるから、やっぱり本当にこういう目の前のことが大きくなってきてる。だけどやっぱり自分はやることはやっぱ変わらずに、なんかマイペースにというかね、やるところっていうのも私なりのこう、なんだろうな、
今世地球で生きてきたちょっと面白さではあるんですよね。一歩離れた状態で幻想を楽しむというかね、幻想と分かっていながらなんていうの、こういうことを、皆さんと一緒にね体感したり経験するっていうのがなんかすごいこう楽しみでもあり学びでもあるなと思いながらやらせていただいてます。こんな感じですね。はい。ちょっとこれからもね、スリくんしここまで置いて。これからもねたくさん撮っていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。ではでは。